はい、皆さんおはようございます。ということで、私はブリュッセルにやってきました。はい、今ね、ブリュッセルのホテルにいるんですけど、朝の支度をね、していきたいと思います。やばい、髪の毛。よいしょ。そう、昨日、ロンドンからブリュッセルにユーロスターで移動してやってきました。結構ね、ロンドンじゃなくてブリュッセル北駅はめっちゃ治安が悪くて、北駅周辺、北か南か忘れちゃったんですけど、そのユーロスターが止まる場所はめちゃめちゃ治安が悪くて超びっくりしました。なんか落書きがまず多くて、でなんかギャングみたいなね怖そうな人もいたし、そうちょっとねめちゃタクシーので移動したんですけどめっちゃ怖かったです。でもね、ブリュッセル中央駅にやってきたらね結構治安が良くて、今ねブリュッセル中央駅の近くのホテルにいるんだけど、めちゃ安全だなって思ってます。ブリュッセルは結構小さい町なのかな。そんなにねこう調べたところによると、なんか1日くらいで回れるよっていう人もいたりして、私たちはね2泊今日の夜もね泊まるんですけど、ちょっとね、ロンドンとパリの間っていうところでちょっとねゆっくりのんびり観光したいなと思っています。でもね、治安はちょっと怖かったんですけど、街並みはすごい可愛くて、観光がすごく楽しみです。なんか調べたところによるとさ、なんかブリュッセルはそのなんかもっと何十年か前かな、10年ぐらい前なのかな、分かんないけど、なんかかつてそのたくさんの移民を労働力不足の問題でたくさん受け入れたから、なんかその家族とかもたくさんやってきて、今みたいにちょっと治安が悪い状況になっちゃったっていう風に聞いて、なんか最近ね日本もそのアフリカのなんかふるさとになるみたいな言ってるけど、ちょっとねなんか治安が悪くなったらマジで嫌だなって思ってます。そうもちろんね私的にはなんか全員が全員そういう悪い人じゃないとは絶対思ってるんだけど、でもやっぱなんか中にはそういうちょっと危ない人とか、あとは落書きしちゃったりとか、結構ねブリュッセルのその北駅の落書きひどかった。なんか結構もうニューヨークのタイムズスクエアの近くくらい結構治安が悪くて、薬とかそういう人はあんまりいなかったけど、でもね街の雰囲気はあんまり綺麗、駅の近くはあんまり綺麗じゃないなっていう印象があったので、そうやっぱさ、もし東京とかもそうなっちゃったらめっちゃ嫌だなって思いました。でも誰もさ賛成してないのにさ、日本の政府がさ勝手にやってんだよね、そういうのね。なんでだろうね、超謎ですけど。はい、ベルギーでやりたいことはもうムール貝を食べるなんだけど、ムール貝食べるは実は昨日もう食べましたムール貝はもう昨日食べたんだけど、あとはベルギーワッフル食べたりとか、あとチョコで有名なのでチョコレート食べたりしたいなって思ってます。ということでね、朝ごはんの会場に向かいたいと思います。こちらは朝食の様子です。ビュッフェをたくさん食べて冒険に備えました。ホテルを出たら早速聖ミッシェル大聖堂に向かいます。もともとグランプレイスに向かう予定だったんですが、道にね迷ってしまい、なんとなくすごそうな建物があったので向かってみることになりました。こんな感じで道を歩いているとたくさんのねワッフルの看板があって、どれも美味しそうでした。そして大聖堂の中に入ってみると、なんと聖歌を聞くことができました。何かの式典だったようで、たくさんの人が集まっていました。
さて、この聖ミッシェル大聖堂ですが、こちらは正式には聖ミッシェルとブリュッセルの聖デュラという方の大聖堂のよう、バロック仕様式で、2つの塔がありますが、バラ窓というのがないのが特徴のよう。中にはね、すごく綺麗なステンドグラスの窓があって、とても美しかったです。私はカトリックのハイスクールに通っていたことがあるので、本当のね、カトリックの教会で儀典を見ることができて、とても嬉しかったです。さあ、グランプレイスに向かって歩いていきます。どうやらね、ベルギービールウィークエンドというイベントがどうやら、催されているようなのですが、とりあえず向かっていきます。ここでとりあえずションベン小僧を見に行こうと妹と一緒に、ションベン小僧を見に行きました。グランプレイスのね、動画を撮ったと思ってたんですが、残念ながら撮れていませんでした。こちらは三大がっかり観光地として有名なションベン小僧です。とてもたくさんの人がいました。さて、ションベン小僧を見た後は、ベルギーワッフルを探すべく、街を探検しました。私たちが見つけたのは、メゾン・ダンドワと呼ばれる老舗のワッフル屋さん。口コミによると、1829年創業の超有名店で、地元の人たちにも大人気のようです。ブリュッセルでは2つのタイプのワッフルを食べることができるんですね。一つはブリュッセルワッフル、もう一つはリエージュワッフル。今回私たちはブリュッセルワッフルのいちごトッピングをオーダーしました。こんな感じで目の前でお砂糖とチョコレートをね、本当にたっぷりかけてくれて、その後にいちごを、そしてクリームを、たくさん乗せてくれました。ベルギーといえばね、ワッフルとチョコレートで有名なので、ワッフルを食べることをおすすめします。すごい超ハイカロリーで胃もたれするかなって思ったんですけど、このワッフル生地がサクサクしていて本当に軽やかだったので、全然ね、食べても胃もたれしませんでした。ただ私たちは、経済的な面でもお腹のね、容量的な面でもちょっと一人で1個食べるのは難しいということで、2人で1個半分こすることになりました。ワッフル食べます。よいしょ。ありがとう。妹が半分に切ってくれたので、ワッフルを食べていきたいと思います。サクサクだね。すごいボリュームの生クリーム。なんとか口の中に一口で押し込みましたけど、本当に軽やかで、全然ワッフルのね、重さは、ほとんどなかったと思います。0グラムかと思うぐらい本当に軽かったです。さて、私たちはこの旅行、5日目ということでですね、ラウンドリーにやってきました。これ私たちの、洗濯物じゃないんですけど、こんな感じでね、ブリュッセルのコインランドリーにやってきました。海外のね、コインランドリーって乾くのがすごい早いですよね。私の家の洗濯機だと
乾燥に2時間ぐらいかかるんですけど、たった15分で乾燥できると聞いて超驚きました。さて、ここがね、ウォッシュクラブです。ぜひね、ブリュッセルでコインランドリーに行きたい人は、ここに行ってみてください。ということで、次はですね、芸術の丘と呼ばれる場所を見にやってきました。ブリュッセルはね、本当に噂通りかなり小さいエリアなので、簡単にいろんな観光地を巡ることができます。バスとかね、タクシーとかも使わずに徒歩だけで移動していきました。ただアトミニウム、と呼ばれるオーナメントを見たかったらちょっとね、交通機関を利用しないといけないんですけど、今回はちょっと、2人での旅ということもあり諦めました。はい。さて、夜になったので2人で夜ご飯を食べにブラッスリーにやってきました。前日はムール貝をレストランで食べたのですが、本場のね、ベルギービールを飲むべくブラッスリーにやってきました。この店、Google での評価はかなり高かったので、すごいね、期待をして2人で入ったんですが、注文してから、40分ぐらい料理が来ませんでした。飲み物はね、来たので、ビールを、飲んだんですが、ただね、ビールがこの通り、スモールサイズでもかなりの量があってびっくりしました。妹はまだ19歳なのでオランジーナを飲んでいます。結構ね、ベルギーとかロンドンで飲んだビール、日本のビールより好きかもしれません。隣の人がムール貝を頼んでいたのでちらっと見てみたんですが、すごい量でびっくりしました。ブリュッセルではほとんどどこのお店でもムール貝とポテトを頼むことができます。実はね、これはちょっと、観光客のトラップかなって思うんですけど、どのお店でもムール貝とポテトが頼めるからといって必ずしも美味しいというわけではないことに注意が必要です。これはね、鎌倉とかでもそうなんだけど、例えば鎌倉とか京都とかどこのお店でも抹茶のアイスとかって売ってると思うんだけど、全部が全部オーセンティックで美味しいというわけではないと思うんですね。実際ね、このお店のこのパスタ、海鮮のクリームパスタを頼んだんですが、ちょっとショックなことがありました。というのも、中にね入っていたカニと思われるものがなんと本物のカニじゃなかったんですね。なんかちくわみたいな、カニカマみたいな、なんというか、偽物みたいなカニが入っていました。そしてね、中に入っていた、ムール貝についても、なんだかね、前日に食べたムール貝に比べると生臭い感じがしました。とにかくね、店内はね、すごい
賑やかというか、ちょっとね、賑やかを通り越してうるさいぐらいだったんですけど、食べていきます。最初はうんうんとうなずいてるんですけど、私に比べてね、妹はかなりね、舌が肥えているので、すぐにこのパスタが偽物だということに気づきました。そう、これがちくわみたいなカニカマ。カニカマを入れるぐらいだったら何も入れない方がいいというね、結論を2人で出したんですけど、なんか偽物がね、入ってるとそれだけでもちょっと残念な気分になってしまいますよね。まあ後で口コミを見てみたんですけど、何人かの人がね、このお店のポテトは冷凍だというふうに言ってたんですけど、実際、お店の人がね、大量にポテトが入った冷凍の袋を歩いているのを見てしまって、あ、このポテトは本物じゃなかったかもしれないと、後でちょっと思いました。まあ、日本の居酒屋とかもそうですよね。日本の居酒屋でも多分ラーメンとか焼き鳥とかほとんどどんな日本食でも食べれるけど、それはやっぱオーセンティックではないというか、やっぱお酒を飲むところってどうしても、利益追求みたいな感じで、味よりも、その場の雰囲気とか、お酒っていうところになるのかなと思うので、かなりね、この経験は、いい経験だったなと思って、今後はね、Google マップの結構悪いコメントもね、全部くまなくチェックして、お店に入るようにしようと思いました。あとはね、やっぱりお店の中がガヤガヤしてるところには、ちょっとね、行かない方がいいかなって、いい勉強になりました。はい、という感じでね、ブリュッセル2日目が無事に終わりました。ブリュッセルはね、かなりコンパクトで、すごく素敵な建物がいっぱいある可愛らしい街でした。明日は、ブリュッセルからパリに移動していきたいと思います。またね、次の動画をお楽しみにしていただければと思います。それではね、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。